皆さん、ご機嫌はいかがですか？釣り正です。この番組は、東京湾でプレジャーボートによる釣りを楽しんでいる釣り正がお送りする釣りの情報番組です。24回目放送の今回は、2024年4月28日に行ったマイボート長江のレポートです。好調が伝えられる富浦沖のイサキとノッコミのマダイのリレー釣りの様子を収めました。最後に、これぞノッコミという大型のマダイが浮上します。よろしければ最後までお付き合いください。2024年4月28日日曜日、本日からゴールデンウィークに突入となる。大型連休となるこの時期はノッコミの真っ最中。絶好のチャンスと考える釣り師が釣りに出かけるために遊漁船は満員。マイボートも多くが出船し、海の上は大にぎわいだ。混雑は避けたいところなのだが、やはり外すことができない。特に前回の長江ではマダイの爆釣を体験しているだけになおさらである。ということで2週続けて出船する。前回マダイを大釣りしているので、今回は大きな群れがあった館山沖でのイサキ釣りとノッコミ期の大型マダイ狙いというちょっと趣向を凝らしたリレー釣りに挑戦する。出船時間はいつものように8時。船はガソリンを入れてスロープを下っていく。船に乗り込み、海に下ろす直前に魚探がないことに気がついた。大慌てで下ろすのを中止してもらう。ポパイのスタッフも外していないとのこと。誰かに盗まれてしまったのだろうと考え、この時点で本日の釣りは中止を覚悟した。ところが、なんとキャビンの中に魚探本体がしまわれている。一体誰が何の目的で取り外したのか。謎は解明できないままであったが、ともかく発見できてよかった。ポパイのスタッフがすぐに取り付けてくれて、無事出船にこぎつけた。18年間船を保管してもらっているが、こんなことは初めてである。ハプニングはあったものの、8時半にはポパイを出船。前述のように今回は2本立てのリレー釣り予定。前後半3時間ずつイサキとマダイをそれぞれ狙う。はじめはイサキ狙い。ポイントは富浦沖の造船ね。前回の長江時に大きな反応があった場所である。ベタなぎの中、気持ちよく海の上を20分ほど進むと造船が近づいてくる。すでに根の上から駆け上がり付近に船団が出来上がっている。各船多くの釣り師が乗船している。ここ造船はマダイの実績が高いポイントである。マダイ狙いの際は根の下68から70メートルの深い位置を狙う。しかし今回はイサキ狙いなので根の上を流すこととなる。こちらは水深が45メートル前後。そしてポイントの広さは狭い。ここに多くの船が集中している。操船には注意が必要である。使用する仕掛けはアマゾンで購入したダイワ製快適ライトウィリー五目 SS という製品。ハリス、ミキートともに 2.5 針はチヌ針3号にケイムラピンクが塗装されている。ウィリーのカラーは上からクリームホワイト、グリーン、下針は空針の3本針となっている。ウィリーの色がトーチに合っているのかは不明。地元の釣り具屋でお店の人に聞きながら購入した方が良かった。付け餌は昨晩の晩酌の残りであるイカの短冊。これを適当にハサミで切って使用する。竿は新調したダイワのリーディング LG73-190HH。
これに小型の電動リール、台はシーボーグに 100J、DH を装着。道糸は PE25 となっている。実はマイボートでイサキを専門に狙うのは今回が初めてとなる。数を追う釣りがあまり好きでない私はイサキ釣り自体あまりやったことがない。数少ない経験も普段は遊漁船の船長の指示に従って棚取りをしてコマセワークも指示通りに行っていた。つまり自分では何も考えておらずただ作業を繰り返していただけである。仕掛けを自作するわけでもないので本当にただ作業を行っていた感覚だという状態なので、釣り方自体は知ってはいたが、魚探にいろいろと映し出される魚群のどれを狙って棚はどこいらあたりに設定すべきなのか全くわからない。いろいろと試しながらの手探りとなる。海峡は凪で墨潮、風はそよ風程度に吹いている。天気はピーカン。船の速度は0ノットと表示されているが、ゆっくりと流れている。したがって、イサキらしい群れを発見しても、すぐに通過してしまう。魚群は次々と現れる。水深は45メートルほどだが、海底付近から湧き上がるような形や、中層から上層にかけて浮き上がっている群れなど様々だ。そして時折、大型の反応も映し出される。群れが映し出されるたびに、尾支の位置を合わせようとするので、棚取りが一定しない。そもそも群れはすぐに通過してしまうので、投入が間に合わなかったりしている。小1時間経っても何も釣れない。浮いている群れがイサキであろうとは思うのだが、うまく合わせられない。試みに海底付近から浮き上がっている群れに棚を合わせると下道の根魚が一家でかかってきた。これで底付近の反応は無視することに決定。水深は約45メートルくらいだが、魚影に惑わされずに棚を25メートルとして設定。30メートルまで仕掛けを落とし、1メートルずつコマセを振りながら棚まで持ってくる作戦に変更。また、魚影が出てから仕掛けを投入したのでは遅いので、仕掛けを水中に入れたまま、船を微速前進させて、群れを探りながら釣っていくようにした。周りの船も絶えずゆっくりと動いている。釣り開始からすでに1時間が経過してしまったが、この方法に変更して、ようやくイサキらしい当たりが来た。小型だが、本命イサキを釣り上げた。そしてこの方法で、ぽつりぽつりながら、イサキが釣れるようになってきた。操船しながらなので、群れに長く、船をとどめることができないので、単発が多く、数が伸びない。また、取り込んでいる際に、群れが通過してしまうので、非常に効率が悪い。しかし、マイボートでの初めての挑戦なので、焦らずに一匹ずつ釣っていく。途中で、タモを落とすというハプニングが発生。この後、マダイ釣りが控えているので、何としても回収しなくてはならず、時間を取られてしまう。それでも3時間ほどの間に、18から35センチくらいのイサキを16匹釣り上げることができた。全体的に小型が多かったが、25センチくらいから上のサイズは、抱卵し、まん丸なお腹をしていた。12時半を回り、予定通りにイサキ釣りは終了。サイズ的には不満が残り、爆釣とまではいかなかったが、手前船頭で本命を釣れたことで満足度は高く、楽しめた。イサキ釣りを終了し、後半はホタに戻ってノッコミのマダイを狙うこととする。タックルも竿は台はリーディング XA55、2254、リールお台はレオブリッツ 300J と変更。仕掛けはハリス3号を10メートル。針はマダイ針の10号。尾支は80号といつもの仕掛けである。
時刻は13時を少し回っている。前回同様に60メートル付近から根の上に向かって船を流していく。魚探にはパラパラと反応が映し出されている。仕掛けを投入し、しばらくすると竿先が引き込まれた。一頭目から何かが食ってきた。重量感はあるが、引きがマダイのものとは違う。前回も同じ付近で食ってきたメジナであろうと予想。上がってきたのは予想通りの38センチほどのメジナ。しかもすれかかりであった。このまま爆釣モードに突入するかと思われたのだが、そうは甘くない。底荒れしているのか、道糸に糊のようなものが付着してくる。この現象が起こるときはあまり釣れない。案の定、魚の活性は低く、反応はあるものの、棚まで上がってこない。また、尾歯を警戒しているようで、反応自体も少なく、つけ餌が残ってくる。餌取りの他の魚もいない。14時頃からは、西風が吹き出し、海が一気に荒れ出した。これまで凪の海が、嘘のように波立ち、操船しながらの釣りとなり、釣りづらくなる。ホタに戻ってから2時間。時刻は15時近くとなった。餌も取られないなど、状況が悪く、諦めムードが漂う。海の状況は徐々に悪くなり、風が強まり、波も高くなってきた。船が流される速度も速くなり、絶えずエンジンを入れるような状況となってきた。船が流されるので、仕掛けも浮き上がり気味である。コマセとの同調もうまくいっていないのか、魚も上がってこない。ここで、棚の位置を、そこから15メートルから10メートルへと、思い切って5メートルほど下げることにした。尾歯を警戒して、魚が散ってしまう恐れがあったのだが、一か八かかけてみることにした。仕掛けを投入しても、魚探に反応は映らない。船が流されて、根の上まで来てしまった。やはりダメか、と仕掛けを巻き上げる直前に、竿先が引き込まれた。ついに食わせることに成功。それも、糸を一気に引き出す大型だ。手にした竿からは、重量感が伝わってくる。ここから、操船しながらのやり取りとなり、大苦戦を強いられる。ハリスは、3号。絶対に、無理はできない。しかし、魚は全く止まらず、水深よりも糸を引き出されてしまった。このままでは、根ずれによるバラシの危険性がある。さらに、魚の引きに加えて、船が流されるので、余計にハリスに負荷が加わる。根ずれ回避のために、船を動かして、なんとか垂直を保とうとするが、うまくいかない。このままでは、根ずれか、船が流される負荷で、ハリスが切れてしまう。魚は動かず、全く底が切れない。海が荒れているので、船も安定せず、あらぬ方向へ向いてしまう恐れもある。大ピンチである。私が使用している竿は、ダイワのリーディング XA55。すでに20年近く使用している。ダイワの提唱した手持ちコンセプトのために作成されたゲームロッドの走りのような竿である。カーボンが主流の現在だが、この竿は軽さと粘りを両立するためにグラスのチューブラー構造となっている。またこの竿は私にとって幸運な竿で、ヒラメの 7.2 キロやブリ 6.9 キロをはじめにマダイの5キロ超も何枚か釣り上げてくれている。今回も魚の強烈な引きをしのいでいる。また復元力にも優れているので、魚の体力を徐々に奪ってくれる。操船とやり取りで苦戦する釣り師をしっかりとサポートしている。魚の突っ込みは竿でしのいで操船に集中することができる。しかし、この時点では根ずれによるバラシを半分覚悟していた。それは、これまでも同海域で同じような大物に何度もハリスを切られていたからである。今回は、なんとか最初の一撃をかわし、工房に持ち込んでいるが、ハリスが根にこすっているのが伝わってくる。
このパターンで何度もやられているのだ。ハリスが根にすれないように糸を垂直に保ちたいのだが、風が強く波立っていて操船がうまくいかない。魚はやり取り開始から5分が経過してもそこに張り付いていた。しかし船を動かし垂直を保てるようになると、竿の復元力が徐々に効き出し体力を奪っていく。6分を経過するとようやく少しだけ底を切ることに成功した。実に長く感じられる時間であった。これでネズレはなんとか回避できる。しかしながらハリスはおそらく傷だらけ。いつ切れてもおかしくない。7分を経過。ようやく魚の抵抗が弱まりだしたが、時折重量感十分の突っ込みを入れてくる。ハリスの状態から魚の突っ込みをうまくいなさないといけないし、操船を誤り負荷をかけてしまうと一撃で切られてしまう恐れがあり、安心できる状況ではない。慎重なやり取りを続けながら8分が経過。ようやく抵抗が弱まり、残り20メートルまで巻き上げてきた。決着の時が近づいている。10分経過。残り5メートル。取り込みのためにタモを準備する。前半であのままタモをロストしていたら、この魚を取り込むことは不可能であった。沈まずに浮いていてくれて回収できたことは本当に運が良かった。利子をつかみハリスを手繰り寄せる。予想通りに至るところザラザラである。糸が流れて魚が浮いてきている。そして沖合5メートルほど先にマダイがボカンと飛び出した。大型である。タモに無事に取り込み持ち上げるが、片手では無理で両手で引き上げた。あと計75センチ 6.5 キロの自己記録となるマダイであった。その後追徴はならず16時に終了としたが、十分な釣果で大満足である。2週続けてののっこみマダイ釣行は大成功。爆釣の次は目標の6キロ釣と文句ない釣果を叩き出すことができた。それにしてもホタオキのポテンシャルはすごい。イサキも楽しかったし、メニューが増えてこちらも大満足であった。いかがだったでしょうか。最後までお付き合いいただきありがとうございました。この番組では釣りにまつわる情報を発信してまいります。皆さんの釣りライフにお役に立てば幸いです。よろしければチャンネル登録をお願いします。ご意見、ご感想もお待ちしています。釣りまさでした。